皆さん洗車してますか？ここ半年ぐらい洗車界隈で洗車後の吹き上げが秒で終わることでかなり人気になって SNS でバズってるこの最強ブロワー、ここに来てまさかの新型が出たので速攻でポチってさっき届きましたので、前のモデルと比べて何が良くなったかなど詳しく見ていきたいと思います。まずは早速この映像を見てください。はい、もうバグですよね。めちゃくちゃ風強いです。これだけ強いので洗車後の吹き上げ時間を大幅に短縮することが可能になります。特におすすめしたい使い方は車のグリルとかサイドミラー周辺、ドア開けたところの隙間など。タオルではどうしても時間がかかりすぎてしまうところを風で水飛ばしてあげれば一瞬で吹き上げが終わります。もしまだこういったグリルをタオルでちまちま拭いてる人いればぜひブロワー導入することをおすすめします。ってことでポチって届いた新型がこちら。箱の中にはブロワー本体や充電器、付属品が入ってますね。ただ説明書は旧型もそうだったんですけど元から入ってなかったので、僕が実際に使ってみてわからんかったところを全部まとめてメーカーに質問して、その返事もメーカーからあったので後ほど詳しく説明します。簡単に前のモデルからの改良点は、前のものは風量調節がダイヤル式で両手を使う必要があったのですが、今回のモデルからトリガーが採用されて片手で操作できるようになりました。トリガーを引く量に応じて風量の調整が可能になったので、前のモデルだと風量調整するときは両手持ちが絶対だったのが今回からは片手で全部できるようになったので、これめちゃくちゃ快適になりましたね。またこの握る持ち手のところが一回りぐらい細くなったのでさらに持ちやすくなりました。トリガー以外の改良点としては、バッテリー残量がわかる LED が追加されて、この小さいところ光ってると思いますが、この LED の色でブロワーの充電が残りどれくらいか簡単にわかるようになりました。緑、黄色、赤色の3色あって、残量 80% 以上の場合は緑、79% 以下の時は黄色、バッテリー残り 20% で赤色が点灯する仕様です。また充電器もさらに小さくなって、前のモデルだとこの大きさだったのが今回のはここまで小さくなりました。充電中はここが赤色に点灯して、フル充電になると緑色に変わります。バッテリーがゼロの状態から満充電までの時間は AC アダプターを使うと約4時間。USB-C でも充電ができるようになって、USB 急速充電だと約6時間かかりますね。あと電源の入れ方も変更になりまして、前のモデルだと本体の下にある電源ボタンを押すだけで電源が入って楽だったのですが、今回からこの USB メモリーみたいなのをこの穴に差し込む仕様に変わりました。差し込むと電源が入って、抜くと電源がオフになる仕様ですね。そろそろもう説明から早くブロワー使って水滴飛ばしの映像見せてやと皆さん思ってると思うので、今回はマキタのブロワーや Amazon で一番売れてるコスパ最強ブロワーのキモなどのブロワーと比較して、今回のブロワーが実際どんな感じなのかお見せします。まずこれがマキタのブロワー。風力は最強の状態にしています。こちらが今回の最強ブロワー。見てわかるように風量のレベルが違うので秒で水が飛んでますよね。ブロワーの動画を上げるたびにマキタの方が強いみたいなコメントを過去にもらってたのですが、これ見たら差は圧倒的かなと思います。多分コメントしてきた人はマキタのバズーカみたいなブロワーがあると思うんですけど、それと比べてるんじゃないですかね。ちなみにマキタのバズーカは重さ 2.8kg で本体もかなり大きいんですが、今回の新型最強ブロワー、サイズはドライヤーぐらいで重さは旧型と同じく 900g ですね。前のと比べてもさらに小型になったのに風量はさらに強くなって、マキタの大砲に比べると持ち運びや取り回しはしやすいですね。あんな大きいブロワーを洗車場に持っていて使うのは結構きついんで、簡単に持ち運べるサイズってやっぱり大事ですね。次にですね、Amazon の洗車カテゴリーでベストセラーになってるキモのブロワー、これで水滴飛ばしてみた映像がこちら。これが今回の新型ブロワー。キモの場合だと今見えてると思うんですけど、結構ブロワー本体をボディに近づけてやらないと水滴が飛んでいかないんですが、今回の新型だと距離関係なく普通に離れてても全く関係なく水飛ばしてくれるんで、どれだけ風強いか見えたかと思います。別にここまで風が強くなくても正直いいと思うんですけど、これプロの洗車屋さんに実際に今回の最強ブロワーを持って行って実際に使ってもらってプロの意見を聞いたんですけど、こういうマキタとかキモのこの形のブロワーだと直径2センチぐらいの筒から円状になって風が出るので、意外と綺麗に水滴が飛ばなくて、風が当たってるところは確かに水滴が飛ぶけど、その飛ばした水滴が横に移動するだけで一発で飛ばないため、結局綺麗に水滴を飛ばすのに長いこと風当てないと水滴がゼロにならないけど、今回の最強ブロワーであればそもそも風めっちゃ強いし
風の出る大きさも直径2センチとかではなくて、その3倍以上の7センチぐらいの大きさの風が一度により広範囲に飛んで当たることで水滴が秒で飛ぶから、これはプロのディテイラーが使うと仕事の効率だいぶ上がるとベタ褒めしてたんで、洗車後の吹き上げ時間の短縮にはかなり有効だと思います。その人はずっとマキタのブロワーで洗車後の水飛ばしをしてたんですが、ここまで風が強いと作業効率爆上がりするから普通に買うわって言ってましたね。正直このブロワー1本あればタオルはいらないですね。1台の水滴飛ばすのに2分もあれば余裕です。ただですね、ここまで風が強い分、風量を最大にするとダイソンの掃除機ぐらいうるさいので、昼間の住宅街とかだと別に問題ないですけど、これ夜に使うとなると掃除機ぐらいの音なので、夜は使えないというか気使いますね。ダイソンの掃除機と同じくらいの音なるので、まあまあ音は大きいです。ただそんなん言われてもイメージつきにくいと思うので、一体どれくらいの音量なのか見せるために Amazon で音量計と風速計を買ったので、それ使って前の古いモデルや Amazon で売れてる着物ブロワー、意外と便利な小型ブロワーと今回の改良版ブロワーがどれくらい違うのか数字で見せたいと思います。まずは小型ブロワー。これが肝。これが旧型モデル。これが新型。音量は肝のブロワーと同じぐらいなんですが、風速に関してはまさかの前のモデルよりも風速が上がってましたね。数値で言うと50キロも上がってました。まあ今回他のと比べて検証しましたが、現状はアリエクブロワーが強すぎますね。アリエクのある中国はドローン技術が日本と比べてだいぶ進んでるので、前のモデルもそうでしたけど、ドローンで使うようなモーターと羽を使ってるからこそ、この空飛べるぐらい強い風が出せてるのだと思います。知らんけど。バッテリー持ちについてですが、フル充電で風量最強の状態で連続15分使えるそうですが、車1台であれば2分で水滴全部飛ぶので15分も使う必要全くないですね。通常出力の場合だと約4時間ほど使えるそうです。これから夏なんで手持ちのファンとしても使えるかもですね。手持ちファンにしては大きすぎる感じもしますけど、洗車以外でも全然使えますね。ただ使う時に注意することがあって、パーカーの紐がファンに吸い込まれてブロワーが壊れたとかあるそうなので、紐付きの服着てる人は気をつけてください。この後ろのところから空気を吸い込むので、そこを塞がないように注意する必要がありますね。またファンが高速回転するので、ファンが動いてる時に指とか絶対に入れたらダメですね。指入れたくても網のカバーがついてますし、構造的に自分から頑張って指突っ込まない限り怪我することはないですけど、そこも一応気をつけた方がいいですね。小さい子供がいる家庭の方は保管場所とか気をつけた方がいいかもですね。鍵を刺さないと電源がオンにならないので、普通にしておけば大丈夫ですけど、いたずらを防ぐために鍵だけ別のところに保管してもいいかもですね。僕と同じ限界独身の皆様はそんなに気にする必要ゼロなので、普通に保管して使ったらいいと思います。あとは気になる耐久性ですが、まだ届いて3日ぐらいなので耐久性はまだ全然わからないですが、前に使っていた旧型の最強ブロワー、これはもう2ヶ月ぐらい何回も充電して使ってますけど、壊れたとか風力が弱くなったとか今のところ全くもって問題ないです。もし届いたものに初期不良とかあっても、アリエクスプレスが返品と返金の対応してくれるので、そこは世界一の EC サイトなので大丈夫だと思います。ただですね、アリエクスプレスで買い物したらクレカの情報抜かれるとかいう人たまにいますが、さすがにそれをやってたら今頃全世界で大問題になってると思います。それでもクレカで買い物するのが嫌やなって方いると思うんですけど、クレジットカード払い以外にペイパルっていう第三者の決済サービスも使えるので、もし不安な方はペイパル使えばいいと思います。ちなみにペイパルはX を買収したテスラで有名なイーロン・マスクが作った会社のサービスになりますし、1998年からある世界的大企業のサービスなので、クレカ情報抜かれるとか思ってる人はペイパル使えばいいと思います。今回はこちらのページからポチったんですが、大体のお届け目安が書いてありまして、状況によっては遅れることもありますね。僕の場合は 2,3 週間ぐらいで届きました。中国からの発送になるので Amazon みたいに当日とか翌日には届かないので、そこだけ気にしてもらったらなと思います。これまでの話をまとめると、アリエクから出た新型ブロワー、前のモデルと比較して風量調整がトリガーになって持ち手も細くなったことで、片手で全ての操作が可能に。バッテリー残量も色でわかるようになり、充電器も小型になり USB-C で充電もできるようになったので、前の旧型モデルと比べて圧倒的に使いやすく進化して、さらに風力も上がった新型の最強ブロワーになります。洗車の後の吹き上げに時間かかりすぎてる人めっちゃいると思うので、別にこの最強ブロワーじゃなくてもいいと思うので、何かしらブロワーを買って洗車の時間を大幅に短縮して QOL 上げてもらえたらなと思います。
今回のブロワー動画以外にも洗車に役立つおすすめグッズ紹介とかいろいろと動画投稿してるんで、ぜひそれも見てもらったらなと思います。今回紹介した新型ブロワーは動画の下にある概要欄にリンクを貼っておくので、気になった方はリンク先から詳細を読んでもらえたらなと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキのスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。また最近メンバーシップも始めて、メンバー限定で撮影の裏側の紹介やネタの先バレ、メンバー限定ツーリングとかいろいろ特典ありますので、概要欄に貼っておくのでぜひ読んでもらえたらなと思います。ということでまた次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。